パンも筋肉も魔法のような近道はないと思っています。ただひたすらにコツコツと積み重ねていく、それが私のライフスタイルです。私のパンはあえてしっかりとした一斤サイズで焼き上げることにこだわっています。大きく焼くことで外側はスチームによってバリッとした力強い質感になり、中は水分をたっぷりと含んだしっとりとした食感になります。これは小さなパンでは表現できない豊かな表情なのです。今の状態が完成だとは思っていません。パン作りも体作りもまだ途中です。だからこそ常に学び、より高い理想を追求し続けていきたい。自分が最初に感動を受けたサワードを一人でも多くの方に知ってほしい。一歩ずつの積み重ねこそが唯一の正解であるということ。それこそがマッスルベーカリーがずっと守り続けていく特別で変わらない流儀です。本当に独学でやってパン屋で一回も働いたことがないんで、もう本当は最初はもう何もかも分からず、ただ本や、買い漁ってですね、これは、サワー種のですねライ麦が入ってるやつの、プレーンにレーズンですね、サルタナレーズンが入ってて、今から、サワー種ですね、ここから逆算して70時間なんで、今度の月曜日ぐらいに使う生地を今日はこねていこうと思います。楽しみながらやるっていうのがですね、理想としてるんで、なかなかそういうパンを求めに来る人も少ないんですけど、ここでもですね、毎週買いに来てくれる方がいて、本当に嬉しいですよ。で、それが今からやっていくようなんですけど、ですね、ライ麦の昨夜からですね、入れて、もう今、蓋までついてる状態なんですけど、真ん中ぐらいからゆっくり発酵して。これはどうやって作ったものなんですか？これもライ麦ですね、もううち起こして今、4年、5年目なんですけど、本当ライ麦と、もう、水と、もうずっと種をついでいってやってます。塩も、五島灘の塩って言って、九州のですね、玄界灘の横の、その塩を使わせてもらってます。これ両方同じ？ですね、私が、同じなんですけど、片方がもしダメになっちゃったなって思って、あえて2つにして管理をさせてもらってます。サワー種前、ちょっと、ですね、ダメになったことがあって、その経験から今、ちょっと2つに分けて管理をさせてもらってます。小麦のメインの小麦は佐賀県のですね、隣町の佐賀県産の粉を使っています。うちはすべて国産小麦でですね、こだわって。もう何もかもが初めてで、引く人がいないっていうかですね、ちょっと軽く混ぜて、オートリーズって言って、粉とですね、種を軽く混ぜた状態で、ここで
ちょっとゆっくり、水分を粉に今から吸収させて、で、ここから、約30分までいかないんですけど、放置してですね。ここからまた、後から混ぜていきます。ですね、今、パンの種類はその常連様の、希望もあってですね、今、7種類ですね。最初は2種類しか置いてなかったんですよ。プレーンの2種類ですね。黒糖とサワードの2種類で始めて、どうしてもこの時間をかけて作って生地を売りたいなって思った時に、最初はですね、自分の理想っていうのでやったんですけど、やはり何も入ってないのって言われて、せめて最初はレーズンぐらい入れてよから始まって、でこのレーズンを使うんだったら、じゃあレーズンの酵母種作れるなって思って、で今こういう風にレーズンのですね、種をサルタナレーズンっていうんですね。トルコのレーズンなんですけど、それをこういう風にですね、一晩かけて、レーズンがしっかり浮いてくるんですよね。で、これをまた福岡県の全粒粉と混ぜて、これ今レーズンの種として、黒糖ベースの生地に使ってます。タイマーないんですか？これは今あれですけど、こっちもオーブンに使ってるんでアップルウォッチを使ってますね。そうなんです。最初本当40フィートでやりたくて、ただ嫁さんが、いやとりあえず半分でやったらって言われて、でも感覚が分かってないんで後から継ぎ足すことなんか無理なんですけど、そうなんです。ちょっと広くしたいけど、ここでやってます。スパイラルミキサーなんかデッキオーブンも本当使ったこともない、使い方がわかんない、ただこれスイッチこれだよなっていう感じで1足2足あってそんな感じで本当に合ってんのかなと思うけど、なんとかやらせてもらってますこれも2層式のシンクでですね、シンクだけ買ってきて、同級生が別注の家具屋やってるんで、この枠を作ってもらってなんとか許可を下ろすために2層式のシンクを。なんで、プロテインとかも本当便利なものあるんですけど、そういうのに私は頼り切るんじゃなくて、この自然にあるもので取るっていう、栄養を取るっていうのを心がけて、でそれがもう本当に今のパン作りにもつながってるのかなって思ってます。これがさっき言ってたアンパーニュですよこれが黒糖のプレーンですね。あんこが渦巻き状で入ってます。アンパーニュですね。オブランがたくさん入ってます。このあんこっていうのもですね、よくトレーニーの業界ではトレ前カーボとか言って、トレーニングトレーニーってトレーニーってトレーニングする人ですねがよくトレ前カーボに羊羹を食べたりとかっていう脂質が少ない糖質を取った方がトレーニングのパフォーマンスが上がるんですよ。
そういう意味で、そのトレマエカーボとか言って、カーボハイドレートってその炭水化物のことなんですけど、それで、まあ、それにちなんで、ちょっと、まあ、パンの中でも、まあ、脂質は少ないし、まあ、良質なあんこを入れて、まあ、アンパーニュっていうのを作ったんですけど、ですね。こう水分量も多く含んで、これはもううちの一番出てるサワードっていうライ麦を2割含んだ。ただ本当にパンが本当に些細なきっかけで、パンを焼いてみようって思って、基本は食事も自分は自炊なんですけど、パンってですね、もちろんいろんなところに売ってます。ただですね、何が入ってるのかってなった時に、私はその小麦粉と塩と水だけでどういうパンが作れるんだろうって思ってやり始めたのが、もう本当ホームベーカリーから始めて。システムエンジニアっていう憧れがあって、じゃあ東京でちょっと一花咲かせて帰ってきてやるかって思ってでコンピューター制御の勉強しに行った結果ゴールドジムで自分のトレーニングする勉強っていうのが強くなって、まあパーソナルトレーナーとしてずっとやってて、でここ地元に筋トレする場所がなかったんで、まあちょっとじゃあ自分でジム作ろうかって思って、それで今もうすぐそれが8周年になるので、でそんな中から今度このパン屋が始まって何の生地ですか？これはカカオのですね、少し甘い生地にまあ、これ今ちょっとオレンジが出てますけど、オレンジピールにちょっとキャラメルを入れた少し甘い生地で、今月からの販売なんですけど、あとはもうショコラナッツって言って、まあ、ね、チョコとナッツが入って、まあ常にですよ、焼きながら筋トレですよ。まあ焼きながらって言ったらあれ表現あれなんですけど、まあ朝バーンって焼いて、その日パン焼いて、まあパンの営業終わって、空いてる時間にまあほぼ週6ぐらいでは筋トレやって考えたんですけど、プロテインってまあ温めて食べたら美味しそうだなって思って前注意してたことあるんですけど、熱入れたら成分が変わるんじゃないですけど、全然別物になるんですよ。なのでみんなプロテインパウダーってあれ、普通に水で溶かして飲むんですけど、なんで、パンに入れたらとかっていう人もいるんですけど、そこは別物でこれ何でしたっショコラナッツですね。チョコとナッツ、くるみがたくさん入ってます。サワーの生地に、ナチュラルチーズがあって、
ショコラナッツに、カカオのオレンジピールですね。黒糖のプレーンに、これもあんこかもしくは黒糖の生地にチーズですね。チーズがうち2種類あって、これは100均で売ってる頭にかぶせるシャワーキャップ。これをどこにかぶせてるんですか？頭じゃなくてパンのこの発酵カゴに乾燥を防いでくれるので、まあこういうのもですね、パン屋さんは何を使ってるかわかんないですけど、自分はラップをかけたのもちょっとおかしいので、10個で100円で売ってますんで。これ何の生地ですか？これは、ライ麦の沢種です。こうやってちょっと元気が良くて、冷蔵発酵でも。これの空気がですね、その発酵具合で入ってくるので、一旦その空気を抜いてあげて、でまたちょっと冷蔵で、温度で。この生地が元気な証ですね。こんなにブク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 って。こういう状態にないときは、何かしら、酵母が元気がなかったりとかですね。それで、まあ、そこはまあ、温度とかでちょっと様子見てリカバリーできるところがあればって感じで。レーズンは、じゃあ一回ですね、先ほど伝えたように、ちょっと表皮で一回みずみずしくするために一回お湯につけて、でそこでパンの生地をレーズンが吸わないように先にちょっと水を吸わせて、で使ってます。ここから出さないんですね。あ、そうなんですよ。こういうスタイルで珍しいと思うんですけど、一応ね、ベジャーって全部みんな出されるんですけど、自分は。設計はどこで学ばれたんですか？いや、もう本当に独学ですよ。動画とか見て見よう見まねでやらせてもらってますけど、まあ空気を包んでいくって感じですね。で、表面を少し最後張らせて、で、発酵カゴにつかないようにして。
でも黒糖チーズでその甘じょっぱさが好きっていう方もいて、まあ一応黒糖のチーズと今サワーチーズのね、2本立てで。なんかもう自分がやりやすいようにやってまあピザじゃないですけど、レーズンを乗せるためにちょっと幅広く、こういう綿棒とかでこうベラーするよりもちょっとできるだけ生地のその空気を残すっていうイメージで私はやらせてもらってます。みんなに認められなくても自分がとりあえずこれだっていうのを作ってそれを食べてもらって美味しいって言ってもらったらもうそれで満足なんで、それだけになんかやりがいっていうか感じでやらせてもらってます。もうこういう、原材料を見て、砂糖、国内製造、小豆、食塩っていう、手作りはできてないんですけど、ちょっとこういうフィリングするあんことかにもちょっとこだわって、材料選びをさせてもらってます。10時から古民家の大掃除なのよ。今日ですか？早く来ました。ありがとうございます。左下のカカオの生地にあとオレンジピールにキャラメルが入ったのが今月からちょっと新しく。それをお願いします。ありがとうございます。それとチーズ。あとサワーのチーズですね。いつも。サワーのチーズ。はい。たくさんありがとうございます。サワーにサワーチーズに。レーズンもレーズンもよ。はい。サワー。ありがとうございます。もう体に安心な。夫が大好き。止まらないこのを食べると、蒸して食べると美味しいんですよ。最高。ありがとうございます。本当いつもたくさん買ってもらって。すぐなくなるもん。もうパン初めて1週間でこれぐらい食べますですね。本当にたくさん毎週欠かさず来てくれて本当にありがたいですね。安心なんですよ。お砂糖使ってないんだもんね。ですね。そうですよ。主食です。うちの主食です。本当に。いや本当に安心。どんな食べ方をされるんですか？最初はですね、チーズでフライパンで焼いたりしてて、ある時娘が蒸したら美味しいよって聞いてからはもう蒸し。ありがとうございます。もういつも来てるのが美味しい証拠。ありがとうね。はい、すいません。パンも筋肉も魔法のような近道はないと思っています。ただひたすらコツコツ積み重ねていく。それが私のライフスタイルです。今の状態が完成だとは思っていません。パン作りも体作りもまだ途中です。だからこそ常に学び、より高い理想を追求し続けていきたい。
自分が最初に感動を受けたサワードを一人でも多くの方に知ってほしい。一歩ずつの積み重ねこそが唯一の正解であるということ。それこそがマッスルベーカリーがずっと守り続けていく特別で変わらない流儀です。